源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に熟語訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。では具体的に見てみましょう。女房、行為、あまた侍玉池ける中に、こんな風に原文を読み上げますので、あなたもそれに合わせて音読をしてください。次に赤字で現代語訳が表示されます。一語一語、特に傍線部分に着目しながらしっかり見比べてください。さらにはイラストが出てきます。イラストでイメージを持たせながら次に進んでいきましょう。では、イラスト役本編のスタートです。今回も天代の品定め、遠野中将のお話の続きです。彼の恋人であった常夏の君、実は彼の正妻から嫌がらせを受けていたんですね。では、早速読んでみましょう。先まじる。色はいずれと茜ども。なお、常夏に敷くものぞなき。大和なでしこおば、差し置きて。まず、ちりおだに、など、親の心を取る。打ち払う。袖もつゆけき、常夏に。嵐、吹きそう。秋も気にけり。と、儚げに、言いなして。まめまめしく、恨みたる様も見えず。涙を漏らし落としても。意図、恥ずかしく、つつましげに、紛らわし隠して。つらきをも、思い知りけりと、見えんは。割なく、苦しきものと、思いたりしかば。心安くて。また、途絶え置き、はべりしほどに。後もなくこそ、かきけつて、うせにしか。
まだ世にあらば。儚き世にぞ、さすろうらん。哀れと思いしほどに。煩わしげに、思い、まとわす景色、見えましかば。かくも、悪がらさ、ざらまし。こよなき、途絶えおかず。去る者に、しなして。長く見るようも、はべりなまし。かの、なでしこの、ろうたくはべりしかば。いかで、尋ねんと、思いたもおるを。今も、こそ、聞きつけ、はべらね。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は和歌習字についてお話しいたしましょう。和歌の習字と言われてまず思い浮かぶのは枕言葉や序言葉、掛け言葉、隠語などですよね。源氏物語の中でも掛け言葉や隠語はよく使われます。今回も掛け言葉秋が出てきましたよね。もちろんこれら王道も非常に重要なのですが、源氏物語ではさらに見立てや引き歌などの和歌習字にも着目しましょう。今回、和歌の中でなでしこという花が出てきましたね。これは夏の景物を表します。そして名前の通り、撫でるほど可愛らしい子供、そんなニュアンスが含まれる言葉です。和歌の中でなでしこが出てきたということは、単に花の名前を指し示しているのではなく、子供を見立てている。こんな風にも捉えられます。源氏物語の和歌においては、このような見立てという用法がよく用いられますので、この機会に覚えておきましょう。さらに今回、なでしこの別名として、常夏という言葉が出てきました。夏の景物なので、常夏なんですね。東の中将のセリフの中に、こんな記述があります。ちりをだに、など親の心を取る。この鍵括弧の部分は引用なんですけれども、こんな元歌があります。ちりをだに、末じとぞ思う、咲きしおり。妹我が塗る、常夏の花。大志高知の三つの和歌です。この中で、ちりをだにという和歌のワンフレーズを取り出す、この用法が引き歌という用法なんですね。この和歌、簡単に解釈すると、ぞ
思うでかかり結びの法則になってますので、ここで切れて肉切れの和歌。そして統治法になっています。チリさえもうまい。そんな風に思う常夏の花よ。こんな形の和歌なんですね。そして、妹我が塗る常夏の花。このつながりになっているということで、床に、寝床の床。これがかけられている。こんな風にも捉えられます。つまり、常夏というのが、彼女、一緒に共寝する相手。こんな風なニュアンスが含まれるという、そんな和歌なんですね。今回、東の中将は、この和歌のワンフレーズを出してきて、常夏の君、あなたのことを、愛しの我が君という風に表している。こういう和歌のワンフレーズを出してくるのが、引き歌と呼ばれる和歌習字です。この機会にぜひ押さえておきましょう。さあ、今回も第2条母切り、天代の品定めからの動画でした。第1条切り壺においては、すでに YouTube にアップしてあります。リンクを下に貼っておきますので、また確認をし、最初からご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。